不動産屋さんの怪談ゆりです。運がいい運が悪いとよく言いますが、今回は人の運に関係する奇妙なお話です。これは東京の渋谷に住んでいた男性の方の体験談です。その方を仮に伊藤さんとしておきます。今から10年以上前のこと、伊藤さんは当時44歳で、病気療養でしばらく正規の職には就いていませんでした。やっと体も回復してきたので、とりあえずまずは調子が悪ければいつでも休める日雇いの仕事から復帰したそうです。そこでしばらく倉庫の荷上げのバイトをしていました。ところで伊藤さんはアパートで一人暮らしをしていましたが、仕事へのアクセスが良い渋谷の地下鉄のコインロッカーをタンス代わりに利用していました。そんなある日のバイトの帰りでした。日給を受け取った足でその渋谷のコインロッカーに立ち寄り、そこから荷物を出そうとしたそうです。鍵で中を開け、押し込んである私物をごそごそと取り出している時でした。伊藤さんはロッカーの奥を見て、おやと思いました。今まで気がつかなかったのですが、そのロッカーの一番奥の面に何かが見えたそうです。よく見ると、そこにお札のようなものがペタリと貼ってあったのです。伊藤さんは何だろうと不思議に思い、好奇心からその貼ってあるものを剥がしてみようと思いました。そこで爪で引っかいてそのお札のようなものを剥がして手に取ってみると、それは古い和紙のような紙切れで、真ん中ににじんだ字で「はずれ」と書いてありました。伊藤さんはなんだこれ、ロッカーに当たりも外れもないだろうと思わず笑ってしまいました。昔のガリ版の印刷インクがにじんだような字で書かれていて、かなり古いものに見えましたが、誰がこんないたずらしたんだろう、そう思いました。そしてなぜか伊藤さんはその外れのお札を無意識に自分の財布にしまったそうです。そして財布をポケットに入れようとした時、いきなり伊藤さんは誰かに後ろからガツンと頭を強く殴られたのです。激しい痛みに伊藤さんはうーっと頭を押さえてその場にうずくまると、その隙を突かれ、伊藤さんは今日稼いだ給料の封筒とあの外れのお札をしまった財布をその暴漢に奪われてしまいました。痛みとショックで伊藤さんはしばらくその場でうずくまっていたそうです。ただ幸いにも殴られた怪我は大したことはなく、時間が経つと痛みも消えていきました。でもなんてついてないんだと伊藤さんは自分の不運を嘆いたそうです。残念ながら後ろから襲われたので犯人の顔は見ませんでした。病み上がりでそんなことがあり、伊藤さんはすっかり気持ちがくじけてしまいました。そこでしばらく親のいる茨城の実家に世話になることにしたそうです。そして田舎に帰るとすぐのことでした。伊藤さんの同級生で江本さんという男性がいたのですが、その江本さんが亡くなったそうで、そのお通夜と葬儀の知らせが入りました。その江本さんは同級生の中でいち早く東京に働きに行った人で、伊藤さんともたまに情報交換をしていました。ですから伊藤さんは田舎に帰るなり、彼の急死を知ってかなりショックだったそうです。その死因ですが、江本さんは東京都内で階段から落ちて亡くなったということでした。あんな運動神経の良い男がなんでまたそんなことに、と伊藤さんは友人のあまりにあっけない死に呆然としました。さて、そのお通夜に参列した時でした。意気消沈している江本さんの両親が伊藤さんに話しかけてきたそうです。伊藤君、息子の持ち物の中になぜかあなたのお財布があったんですよ。そう言って見覚えのあるお財布を渡してくれました。その財布は紛れもなく、あの日暴漢に奪われた伊藤さんの財布でした。
伊藤さんは訳が分からず頭が混乱しましたが、財布の中を見てみると、自分の運転免許証や保険証、数千円と、そしてあの日財布に入れた外れのお札も入っていました。伊藤さんは、あいつ人生から外れちまったのかな、昔から運だけはいいやつだったのに、と思ったそうです。そして外れのお札をその後すぐに捨てたことは言うまでもありません。伊藤さんは江本さんがどうして自分の奪われた財布を持っていたかは考えないことにしました。自分の奪われた財布を巡り巡って彼が見つけてくれていたということにしたそうです。そして今年も伊藤さんは江本さんの三回忌に香典を持って帰省するということでした。でも伊藤さんは内心は分かっていたはずです。友人は因果応報でこの外れの札を財布と一緒に奪ったことで本当に外れを引く羽目になったのです。さて次のお話は運とは関係ないです。不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは今から15年ほど前、山梨県の某市にある甲州街道旧道に架かる橋で起きた奇妙な出来事です。このお話をくださった方を仮に飯田さんとお呼びします。それはある春先の休日で暖かい日のことでした。飯田さんは自宅近くにある甲州街道旧道の橋を一人で歩いていました。実はその橋を渡りきったところに美味しいラーメン屋さんがあり、飯田さんはお昼を食べにそこに向かっていました。橋は旧道でしたが、車や人の往来はちらほらあり、そんな橋の上を飯田さんは缶コーヒーを飲みながらプラプラと渡っていました。欄干から見下ろす川の水面は太陽が反射してキラキラしていたそうです。すると前方にその橋の上からルアーと呼ぶイミテーションの餌を使って魚釣りをする人たちが見えました。飯田さんも釣りが趣味でしたので、他の釣り人たちの様子が気になり、ついつい見てしまったそうです。そんな中、後ろにある中央線の鉄橋に向かって貨物列車が東京方面に走行していく音が聞こえていました。その中央線の鉄橋の上を交差する感じで甲州街道の新しい橋脚が南北にかかっていました。ですから旧道の方が静かで誰にも邪魔されないで釣りができ、渡る人にも良い散歩道になっていたのです。飯田さんは体を橋の欄干に寄せて釣り人がルアーをつけているのをしばらく観察していました。そして程よいところで、さあそろそろラーメン食べに行くかと思い寄りかかっていた体を起こしてラーメン屋の進行方向に振り返った時でした。飯田さんは思わずうわっと声が出るところを寸止めしました。突然目の前に自分とぶつかるかぶつからないかくらいの距離に女性が立っていたのです。それは黒い喪服のワンピースを着た40歳ぐらいの眼鏡をかけた女性でした。飯田さんはびっくりした、いつの間にいたんだと思っていると、その女性がいきなりこの辺に斎場はありませんかと尋ねてきました。飯田さんは一瞬戸惑いましたが、すぐ何のことを尋ねているか分かったそうです。飯田さんがまだ小学生の頃に確かにこの旧道の橋のそばに古い斎場があったことを覚えていました。ただその後その斎場は別の場所に移転し、古い建物は取り壊されて今は市営団地になっていたそうです。そこで飯田さんはその女性に、昔はこの橋から少し離れたあの辺りに斎場がありましたが、と言ってその方向を指さし、その斎場はかなり前に移転したようですと返答しました。すると喪服の女性はそれを聞くや否や飯田さんにお礼も言わずに
くるりと背を向けて、その飯田さんが指をさした方向に向かって去っていきました。飯田さんはなんだあの人と少しムッとしたのですが、それよりもその女性の歩く速さにびっくりしたそうです。驚くほどの早足で遠ざかっていき、進行方向にある団地の入り口に入る脇道に消えていったのです。飯田さんは女性に妙な違和感がありましたが、深くは考えずに目的のラーメン屋に向かって歩いていきました。そしてたった今、喪服の女性が曲がっていった団地の入り口の前を通り過ぎるとき、ふと脇道を覗いてみたのですが、そこには喪服の女性どころか誰もいませんでした。この10秒かそこらで姿が見えなくなるというのも不可解でしたが、そんなことよりお腹が空いている飯田さんは自分の足を速めて目的地に到着したそうです。飯田さんはラーメン屋のカウンターに腰掛け、ビールを注文しながら、やっぱり今あったことが腑に落ちなかったので、なんとなくお店のマスターに話してみました。ねえマスター、今そこの橋の上で喪服を着た女性に斎場はどこかって聞かれたんだよね。どこにでもいるような普通の女性だったんだけどね。そう言いました。すると急にマスターは手を止めて少し驚いた面持ちで、そうですか、この間ここに来たお客さんが同じようにあの橋の上で喪服の女性に斎場はどこかと尋ねられたって言ってたんですよ、と意味ありげに言いました。どうやら他にも飯田さんと同じようなことを聞かれた人がいたようで、その人も何か腑に落ちないものを感じてマスターに話したのかもしれません。ところがマスターの話では、飯田さんやその人だけでなく、同じようにたまに橋の上で喪服の女性から斎場を聞かれる人がいるのだということでした。そしてマスターはこんな話をしてくれました。その昔、まだ甲州街道が旧道しかなかった時代のことでした。車や人の往来が盛んだった頃、ある日橋の上でちょうど葬儀に参列するために来ていた女性がボンネットトラックにはねられて亡くなった事故があったそうです。それ以来時々橋の上に喪服の女性が現れ、斎場の場所を聞いてくるということでした。飯田さんは背筋がゾクッとしました。もし自分が見た女性が幽霊だったとしたら、あそこまではっきりと普通に生きている人のように霊が見えることがあるんだなと思うそうです。今でもあの橋の上であの女性は彼女が見える人に斎場を訪ねているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。